ほい、どうもこんです。お久しぶりでございます。新セットカルロフ邸殺人事件の発売が迫っているのですが、皆さん注目のカードはありますでしょうか。すでに予約販売は開始されているのですが、今回は下環境で強そうなカードが多めということで、下環境基準で高く設定されているカードが多いという印象ですね。その中で今回はこちら、地震モグラアンズラグを紹介したいと思います。こちらのカード4マナ84という大きなサイズに加えて、これがブロックされると追加の戦闘フェーズを得ることができるという面白いクリーチャーですね。こちらのカード、予約の初動が3000円弱とかなり高めなのですが、なぜ期待されているのか解説していきたいと思います。まずスタンダード視点なんですが、グルールアグロにおいて4キルが可能になるということで、期待されている1枚になります。最も相性がいいのが無謀な嵐探しで、4ターン目に速攻をつけてアンズラグで殴ることによって、2枚だけで11点パンチとなります。グルールアグロ相手に11点を受けると大抵死んでしまうので、必然的にブロックが必要になるのですが、結局アンズラグをブロックすると追加の戦闘フェーズが発生するということで、基本的には除去もしくはアンズラグと相打ちが取れなければ終わりという状況に追い込むことができますね。次に相性がいいのがボルダーレンの興奮探しで、アンズラグに速攻がつけられなかった場合でも、一旦生き残れば10点の投げ飛ばしができるため、相手に相打ちブロッカーがいたとしてもそのまま試合を終わらせることができるようになっています。こんな感じで、基本的にはね、その確定除去がなければそのまま勝てるようなカードで、除去耐性こそはないものの、生き残ったらそれだけで勝てる4マナ生きということで、現在かなり期待されているカードですね。パイオニアにおいても、グルール機体がね、現在ちょっとメタ的に弱くはなっているんですが、スタンよりも一旦速い動きができるということで、使われる可能性もあるかなという感じですね。強さの部分だけを言うとこんな感じではあるんですが、やはりグルールカラーというのが最大の懸念点で、現状グルールっていうのがカラーリング的に弱くて、スタンダードでどこまで通用するのかという感じではありますね。サンプルデッキとしてアンズラグを入れるとしたらこんな形の、ほぼ赤単のグルールになるかなと思います。ハラナアリーナの代わりにアンズラグが入る形ですね。回してみた感じ、やはりね、そのグルールにすることによるデメリットも多くて、特にアグロミラーだとペインランドによるダメージ分、赤単にやや不利かなという感じですね。ただ実際にはアンズラグが4マナ域に入ってくるので、不利な盤面から突然4キルできるのも魅力かなと思います。はい。ということで最後にこの形のグルールがどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。1ターン目赤マナが出せないんですが、キープしていきましょう。現状、赤ターンハンドですね。アグロデッキにね、このスローランドとか、タップインミスラランドっていうのは、結構ね、デメリットにもなるんで、採用しない方もね、そこそこいるかなと思います。さあ、まずは圧巻で2点パンチを入れていく。相手は、バント毒性っぽいですかね。ここは構えてくる。おそらく、バウンスを構えている形だと思われるので、クリーチャーをバラバラと並べていきましょう。嵐探しの場合は、3マナ使ってそのままバウンスされてしまうんで、並べる数が多い方を選択していく形ですね。さあ、ということで、バウンス5枚なんで、トークンでいいかなと。さあ、まずは4点パンチ。どこを戻していくか。お、なるほど。これは毒性じゃない可能性もありますが、バントカラーなんで、なんだろうな、これ。バントコントロールに多分、特目は入ってないと思うんで、トークン系のデッキですかね。バントトークンですね。さあ、これで33ブロッカーが出来上がっていく。嵐探しは殴れるんですが、2体とも出していきますか。さあ、22を、2体、こっちですね。2体作って、で、さらに嵐探しも出していく。で、フルパンしていきましょう。で、この盤面をね、見てほしいんですけど、アンズラグが入ってたら、次のターン多分、リーサルなんですよね。さあ、残り9点。一応ミスラランド2枚目があるんで、パンプして、殴っていくこともできますね。さあ、まずは3点アタック。これがでっかくなっていくのがちょっと、あれではありますが、
なるほど。お、ハラナアレーナ。これアンズラグだった場合、アンズラグが走って、まあマスブロになるんですが、この場合だとね、アンズラグがその44で相打ちを取られてしまうんで、追加の戦闘フェーズでも、リーサルはないんかな。相手のクリーチャーがでかいんで、多分、アンズラグ相打ち、アラス探し一方で、2、3、5点ぐらいは入るって感じですかね。まあ、やっぱりこのアンズラグを相打ち取れるかどうかっていうのがね、相手視点だとかなりでかくて、チャンプになってしまうと大抵はね、そのまま、リーサルになるんですけど、まあこういう風に、パワーが4以上のクリーチャー、もしくは、摂氏クリーチャーがいると、まあだいぶね、手こずってしまうという感じですね。まあこんな感じでまあこれは勝ちですが、まあ実際にこのアングラスだった場合、活躍できるかどうかっていうのが、まあよくわかりますね。まあ今の環境で言えば、まあ3ターン目、4ターン目に出てくるクリーチャー、まあ分派の説教者で、まあ相打ちが取られてしまう。で、ドレッドでも相打ちが取られる。まあなんていうか、ラクドスに関しては、まあやっぱり除去が多いのと、あと摂氏クリーチャーが多いのっていうので、まあちょっときついかもしれないですね。まあただ、エスパーとかに対しては、まあ多分相手が相打ち取れないんで、まああとはランプに対しては、まあ5マナのね、太陽効果の前に試合を終わらせることができるということで、まあ全然ワンチャンはありそうな感じではあるかなと。さあ2点ゲインされますが、まあその分は火遊びで。まあ火遊びなくても勝ちか、これは。うん。ということで、一気に削り切っていきましょう。いや、アンズラグどうだろうね。もう一試合ぐらい、ちょっと回してみますか。じじ。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ2マナ以下のクリーチャーはないですが、キープしていきましょう。まあ、ハラナアリーナがあるということで、アンズラグ想定がしやすいハンドですね。まあ、ライトニングストライクが1枚、2マナクリーチャーだったら、分回りハンドではありますが、さあ、ここは土地を引いてくる。2ターン目できればクリーチャーを出していきたいですね。さあ、相手ラクドス。ラクドスは、まあ、想定でやりやすいんで、ありがたいですね。さあ、相手負け犬が入っている、まあ、アグロ型のラクドスですね。まあ、除去っていきましょう。相手止まってきてるんで、おそらく除去は持っている形ですね。さあ、収穫者を出してくる。うん。さて。ただここはね、穴探し出さないですね。除去構えていきましょう。相手がさっき止まってきてたんで、まあおそらく切り崩しか、まあ2マナ除去を持ってるんですが、まあ嵐探しにその切り崩しが当たるっていうのが一番きついんで、さあ2点通っていく。負け犬出してくれるのが一番ありがたいですが、まあドレッドもあり得る、盤面ですね。さあ、ここは負け犬。これはまあありがたいですね。さあ、火遊びで追放していく。からの、まあ、収穫者も除去っていきましょう。さて。で、まあ、ハラナアリーナ出していくんですけど、まあ、どっちにしろね、その相手が、まあ、切り崩し、もしくは、2マナ除去持ってるんで、まあ、このハラナアリーナはね、即対処されるとは思うんですけど、もう、掌握も持ってる。除去。なるほど。まあまあ、これはしょうがないですね。さあ。まあ、ラクドスはね、やっぱりその、除去が多いんで、切り崩しもある、これ。切り崩しはない。うん。まあ、ただ基本的にはその、のど首がない限りは、まあ、アンズラグは生き残っていくということで、で、まあ今回はね、その、テーマ歴のクリーチャーを引かなかったんですけど、まあテーマ歴のクリーチャーを連打していれば、まあどっかにね、除去を打ってくれるんで、まあ生き残りやすいはずではありますね。
これは除去がなかったら勝ちかな。で、まあ除去って連打されても、まあこんな感じで、普通にね、他のクリーチャーで勝つこともできるんで、ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。